レッスン1、レインフォレストアドベンチャー。こんにちは、アンナ。熱帯雨林に行ったことはありますか？こんにちは、ジョン。いいえ、私はしていません。でも、ずっと訪れたいと思っていました。とてもエキサイティングですね。ああ、それは一生に一度の冒険でした。熱帯雨林は生命と美しさに満ちています。それはすごい。そこで何を見たの？オウムやオオハシなど、色とりどりの鳥が木々の中を自由に飛んでいるのを見ました。うわ、それは息を飲むような光景だったに違いありません。確かにそうだった。また、猿が枝から枝へと揺れている姿にも遭遇しました。なんて魅力的でしょう。他の動物は見たかい？はい、密集した葉の間を静かに獲物に忍び寄るジャガーを見つけました。それはスリル満点に聞こえますが、少し怖いです。少し緊張しましたが、自然の信じられないほどの力を思い出させてくれました。絶対に。自然は畏敬の念を起こさせると同時に謙虚にもなります。それは本当です。熱帯雨林は私たちが守らなければならないデリケートな生態系です。私は完全に同意します。私たちはこれらの貴重な生息地を保護するために自分たちの役割を果たすべきだ。間違いなく、熱帯雨林は地球の肺のようなもので、私たちにきれいな空気を与えてくれます。その重要性についての認識を高めることは私たちにとって重要です。絶対に。また、何世代にもわたって熱帯雨林と調和して暮らしてきた先住民コミュニティからも学ぶべきです。彼らの知識と知恵は、これらの生態系を保護する上で非常に貴重です。これ以上は同意できませんでした。私たちは彼らから学ぶべきことがたくさんある。熱帯雨林はまさに自然界の脅威です。彼らは確かにそうです。言葉を広め、他の人に感謝し、守るように促しましょレッスン2、進捗状況の測定。アンナさん、こんにちは。進歩と成功を測定することは重要だと思いますか？こんにちは、ジョン。絶対に。進捗状況を追跡することで、モチベーションを維持し、どこまで進んだかを確認することができます。私も同感です。達成感があり、新しい目標を設定するのに役立ちます。間違いなく。さらに、改善できる分野を特定できます。それは本当です。それは私たちが集中力を保ち、途中で調整を行うのに役立ちます。まさに、何がうまくいっているのか、何を変更する必要があるのかを評価できます。これは、個人的にも職業的にも成長するためのロードマップを持っているようなものです。はい。最終結果だけでなく、旅そのものも重要です。絶対に、一歩一歩前進すること自体が成功です。小さな勝利を祝うことも重要だと思います。それは私たちの士気を高め、前進し続けるモチベーションを維持します。究極の目標を達成するために階段を立てるようなものです。よく言った。継続的な改善と学習がすべてです。
また、進歩は必ずしも直線的ではないことを覚えておくことが重要です。それは本当です。時には挫折することもありますが、それもプロセスの一部です。それは立ち直り、回復力を保つことです。まさに、進歩とは忍耐と諦めないことです。応援してくれるサポート体制があるのも助かります。はい、ポジティブな影響で自分自身を取り巻くことは大きな違いを生むことができます。ですから、この旅路を受け入れ、進捗状況を測定し、その過程での成功を祝いましょう。これ以上は同意できませんでした。成長を続けて、素晴らしいことを成し遂げよう。レッスン3、辛抱強く待つ。アンナさん、こんにちは。カスタマーサポートチームからの返信を待っていました。こんにちは、ジョン。それは聞いてよかった。うまくいけば、彼らがすぐに助けてくれるでしょう。私もそう願っています。彼らの助けを待っている間は、辛抱強く待つのが大切だ。絶対に。時々、彼らが応答するまでに少し時間がかかることがあります。わかりました。彼らは大量の問い合わせを扱っているかもしれない。それは本当です。彼らはみんなを助けるために全力を尽くしている。私は辛抱強く彼らの援助を待つつもりです。結局それだけの価値がある。カスタマーサービスに関しては、忍耐が鍵となります。彼らは私たちの問題を解決するために一生懸命働いていることを覚えておくことが重要です。その通りだ。彼らは私たちを助けるためにそこにいて、できるだけ早く私たちのところに来てくれるでしょう。彼らの努力に感謝します。彼らがそれに取り組んでいることを知って心強いです。間違いなく。それまでの間、他に何かお手伝いできることはありますか？実は、請求明細について質問があります。私はあなたを助けるために全力を尽くします。何が知りたい？料金に食い違いがあるのに気づいた。どうすれば解決できますか？請求部門への連絡方法をご案内します。それは素晴らしいことです。ご協力に感謝します。喜んでお手伝いします。この問題を一緒に解決しよう。ありがとうございます。あなたのサポートは私にとって大きな意味があります。どういたしまして。できることは何でもして手伝うよ。皆さんの忍耐と献身に感謝します。あなたにポジティブな体験をしてもらうのが私の仕事です。これを解決します。あなたが味方してくれて嬉しいです。君のプロ意識は称賛に値する。親切な言葉をありがとう。解決に向けて取り組みましょう。同意した。この問題を解決して前に進みましょレッスン4、今週末のショートトリップ。ねえ、今週末小旅行しようと思ってたんだ。何か提案は？こんにちは、ジョン。ワクワクしますね。近くの国立公園を散策してみてはいかがですか？それは素晴らしいアイディアだ。
自然の中にいるのが大好きです。どの公園がおすすめですか？ハイキングをするなら、イーグルピーク国立公園を訪れることをお勧めします。イーグルピーク国立公園は素晴らしいですね。そこには何が見られると思いますか？この公園は、素晴らしい山の景色、美しいトレイル、豊富な野生生物で知られています。それは完璧に聞こえます。その美しさを捉えるために必ずカメラを持ってくるよ。それは素晴らしいアイディアだ。鹿やリス、さらには珍しい鳥にも出会えるかもしれません。それが楽しみです。特におすすめのトレイルはありますか？イーグルズネストトレイルでは、頂上からの素晴らしい景色を眺めることができます。必見です。私は間違いなくそれを私の旅程に加えます。他に何か提案は？時間があれば、クリスタルレイクに立ち寄って、爽快な水泳やピクニックを楽しみましょう。クリスタルレイクはリラックスするのに最適なスポットのようですね。ピクニックバスケットを用意するよ。それは素晴らしいアイデアです。日焼け止めと虫除けスプレーも忘れずに持参してください。思い出させてくれてありがとう。その必需品も必ず詰めておくよ。素晴らしい。公園のルールに気をつけて、後を残さないでください。絶対に。私は自然の美しさを守ることを信じています。責任ある訪問者になります。それを聞くのは素晴らしい。週末の休暇を楽しんで、素晴らしい時間を過ごしてください。ありがとうございます。ご提案ありがとうございます。本当に楽しみです。レッスン後、ネットワーキングの基本。アンナさん、こんにちは。プロのネットワークを拡大することを考えています。何かアドバイスは？こんにちは、ジョン。それは賢いやり方だ。プロフェッショナルなネットワークを構築することは不可欠です。私も同感です。ネットワークを効果的に構築するにはどうすればよいか？一つの方法は、業界のイベントや会議に参加して、志を同じくする専門家に会うことです。それは素晴らしいアイデアのようですね。これらのイベントを見つけるにはどうすればいいですか？業界固有のイベントをオンラインで検索したり、プロのネットワーキンググループに参加したりできます。リサーチをして自分の興味に合ったイベントを見つけます。ありがとどういたしまして。ネットワークを構築するもう一つの方法は、リンクトインのようなソーシャルメディアプラットフォームを利用することでう。もす。ちろん、リンクトイン、プロフィールを更新して、専門家とのつながりを始めましょそれはいい計画だ。接続リクエストをパーソナライズすることを忘れないでください。う。間違いなく、私たちがつながることでどのように相互に利益を得ることができるかを必ず述べておきます。素晴らしい。他の人の投稿と交流し、貴重なコンテンツを共有することも忘れないでください。他の人と関わることは、私が有意義なつながりを築くのに役立ちます。そのことを心に留めておきます。ネットワーキングのもう一つのヒントは、専門組織や業界関連のクラブに参加することです。そのような組織に参加することで、自分の専門分野の専門家とネットワークを築くことができます。
はい、イベントに参加したり、共通の関心を持つ人々と出会ったりする機会があります。それは有望に思えます。関連団体への加入を検討します。ありがとうございます。どういたしまして。最後に、情報面接の力を過小評価しないでください。情報面接？彼らについて詳しく教えていただけますか？これは、希望する分野の専門家に連絡して、情報提供のための会話をするときです。ああ、なるほど。それは彼らの経験から学び、私のネットワークを広げるのに最適な方法です。まさに、敬意を持ってアプローチすれば、人々は洞察やアドバイスを喜んで共有してくれることがよくあります。まず、尊敬する専門家に連絡を取り、情報提供のための面接を依頼します。それは素晴らしいアイデアです。学習と人脈作りに対するあなたの積極的なアプローチが現れています。これらの貴重なネットワーキングのヒントをありがとう。始めることにワクワクしています。レッスン6、バリを探検しよう。アンナさん、こんにちは。ウブド、モンキーフォレストのタナロット寺院を訪れました。信じられませんでした。こんにちは、ジョン。すごいですね。あなたの経験についてもっと教えてください。タナロット寺院は、岩の露頭にある美しい海の寺院です。ああ、聞いたことがある。素晴らしい夕日を眺めることで有名ですよね。絶対に、夕日は息を飲むほど美しく、寺院に黄金色に染まりました。それは魔法のように聞こえます。ウブドモンキーフォレストも探検したんですか？はい、やりました。モンキーフォレストは、神聖な寺院群がある自然保護区です。猿を間近で見るのは魅力的だったに違いありません。確かにそうだった。猿たちはいたずら好きだけどとても愛らしいです。彼らは人々の所持品を盗んでいる写真を見たことがあります。そんなことがあったの？驚いたことに、いいえ、私は持ち物をしっかり保管し、餌を与えないようにしました。それは賢明なアプローチです。彼らの自然な行動を尊重することが重要です。絶対に、遠くから観察したり、自然の生息地を鑑賞したりするのが楽しかったです。タナロットとモンキーフォレスト以外に、バリの他のアトラクションに行ったことはありますか？はい、テガラランの棚田やスミニャックの美しいビーチも探索しました。棚田は素晴らしかったに違いありません。思い出に残る写真は撮れましたか？緑豊かなテラスと地元の農家が働いている様子を撮影しました。それは素晴らしいです。その思い出を写真で捉えることができるのは素晴らしいことです。確かに、バリは自然の美しさと豊かな文化遺産のある場所です。充実した体験ができたようですね。旅のその他の見どころは？また、郷土料理、特に伝統的なバリ料理を試すのも楽しかったです。バリ料理はその鮮やかな味で知られています。印象に残っている料理はありますか？
バビ、グリーンとなし、ゴレンは絶対に美味しかったです。それを聞いているだけでお腹が空いてきます。いつかその料理を食べてみないと。機会があればぜひバリ島を訪れるべきです。本当に素晴らしい目的地です。それを心に留めておくよ。バリの冒険を分かち合ってくれてありがとう。どういたしまして。光栄でした。バリは間違いなく探索する価値があります。レッスン7、ヘルシーな食事の旅。アンナさん、こんにちは。ダイエットはどう？健康的な食事をすることはとても重要です。こんにちは、ジョン。少し大変だったけど、もっと良い食べ物を選ぼうとしてるんだ。それは嬉しいですね。食生活にどんな変化をもたらしましたか？食事に果物や野菜をもっと取り入れ始めました。素晴らしい。植物由来の食品を増やすと、全体的な健康状態を改善できます。はい、栄養価の高い食べ物を食べると、元気が出ることに気づきました。絶対に。私たちの食事がエネルギーレベルと健康にどのように影響するかは驚くべきことです。私も同感です。また、加工食品や糖分の多い食品の摂取量を減らすように努めています。それは賢いやり方だ。加工食品には不健康な脂肪や添加物が多く含まれていることが多い。はい、食品ラベルを読んでいて、成分リストが長い製品は避けています。ラベルを読むのは良い習慣です。摂取するものについて情報に基づいた選択をするのに役立ちます。間違いなく。食べ過ぎないように、分量にも気をつけています。ポーションコントロールが重要です。空腹感と満腹感の合図に耳を傾けることは重要です。絶対に。もっと気をつけて食べて、一口一口味わおうとしてるんだ。心のこもった食事は、料理の味や食感を理解するのに役立ちます。それは私にとってゲームチェンジャーでした。食事の後は満足感が増します。それを聞くのは素晴らしい。新しいヘルシーなレシピは見つかりましたか？はい、様々なサラダの組み合わせや自家製スムージーを試してきました。それは素晴らしいです。自分で食事を用意すれば、食材をコントロールできます。確かに。それに、キッチンでクリエイティブになって新しいフレーバーを試すのも楽しいです。これ以上は同意できませんでした。料理はやりがいのある楽しい経験になり得ます。また、水分補給のために一日中もっと水を飲んでいます。水分補給は全体的な健康に不可欠です。優先順位をつけているのは素晴らしいことです。ありがとうございます。これらの小さな変化が大きな違いを生んでいるように感じます。彼らは確かにそうです。健康的な食生活を維持するには、一貫性が重要です。そのことを念頭に置いて、これからも健康的な食事の旅に全力で取り組んでいきます。君が成功することは間違いない。君の決意は立派だ。励ましてくれてありがとう。それは私にとって大きな意味があります。
どういたしまして。忘れないでね。私はあらゆる段階であなたをサポートするためにここにいる。本当にご親切ですね。あなたのサポートと友情に感謝します。光栄です。力を合わせれば、健康に関する目標を達成できます。レッスン8、デリケートなアイテムの手入れ。こんにちは、アンナ。デリケートなアイテムを正しく洗う方法を知っていますか？こんにちは、ジョン。はい、お手伝いできます。何を洗う必要があるの？特別なケアが必要なデリケートなシャツとレースのドレスをいくつか持っています。デリケートなアイテムの場合は、手洗いするか、洗濯機で弱水流を使用するのが最適です。わかった。これらのアイテムには、温水、または冷水を使うべきですか？精子の縮みや損傷を防ぐために、冷水を使用するのが最も安全です。それは理にかなっています。洗剤はどう？使用すべき特定のタイプはありますか？はい、デリケートな精子用に特別に設計された中性洗剤を使用してください。さて、そのうちの一つを探します。洗剤はどのくらい使えばいいの？通常の洗剤で通常使用する量の約半分の少量の洗剤を使用してください。注目。そして、洗濯時間はどうですか？水に浸しておくべきですか？過度な攪拌を避けるため、デリケートなアイテムは短時間で洗うことをお勧めします。優しく短時間洗うだけで十分です。理解しました。洗濯中に精子をこすったりするべきですか？いいえ、強くこすったりしないでください。代わりに、アイテムを水で優しく振ってきれいにしてください。それには注意するよ。洗濯後の次のステップは？洗濯後、アイテムを冷水で十分にすすぎ、残っている洗剤をすべて取り除きます。デリケートなアイテムから水を絞るべきですか？いいえ、精子を伸ばしたり損傷したりする可能性があるため、絞らないでください。余分な水分をそっと絞ってください。よし、用心するよ。デリケートなものはどうやって乾かしたらいいの？清潔なタオルの上に平らに置き、必要に応じて元の形に形を変えます。自然乾燥させるべきですか？それとも乾燥機を使用できますか？熱による損傷を防ぐために、デリケートなアイテムは自然乾燥させるのが最善です。乾燥機はなるべく使用しないでください。自然乾燥に適した場所を探します。他に何か注意すべきことはありますか？はい。特定の指示や制限がないか、必ず商品のケアラベルを確認してください。それは良い思い出です。ケアの指示には必ず従うよ。ありがとうございます。どういたしまして。他にご不明な点がありましたら、遠慮なく聞いてください。私がお手伝いします。ご協力に感謝します。さらにガイダンスが必要な場合はお知らせします。ありがとうございます。レッスン9、風水の影響。こんにちは、アンナ。風水について聞いたことがありますか？それは私の人生に良い影響を与えました。こんにちは。はい、風水についてはよく知っています。
それが私たちの周囲にどのように影響するかは興味深いです。絶対に。風水の原則に基づいて家にいくつか変更を加えました。それは面白い。どのような変更を加えましたか？リビングの家具を並べ替えて、より調和の取れたエネルギーの流れを作りました。あ、家具の配置に注目したんですね。何か違いに気づきましたか？はい、部屋のエネルギーは今よりバランスが取れて平和になったように感じます。それは素晴らしいです。風水は、より良い幸福のために調和の取れた環境を作ることを目指しています。まさに。また、ポジティブなエネルギーを取り入れ、空気の質を改善するために、いくつかの植物を追加しました。植物は確かに雰囲気を高め、より健康的な室内環境を作り出すことができます。彼らは確かにそうします。家全体の雰囲気の違いに気づきました。家具や植物以外にも風水要素を取り入れたことはありますか？はい、エネルギーの流れが良くなるように、スペースをすっきりと整理しました。風水では整理整頓が一般的に推奨されています。落ち着きを取り戻すのに役立ちます。本当にそうです。これらの変更を実装して以来、安心感が増し、圧倒されることも少なくなりました。それを聞くのは素晴らしい。環境が私たちの健康にどのように影響するかは驚くべきことです。絶対に。風水のおかげで、バランスの取れた環境の大切さをより意識するようになりました。意識が鍵です。意識的な選択をすることで、日々の生活を改善することができます。これ以上は同意できませんでした。風水は個人の成長にとって貴重な道具だった。自分の心に響き、ポジティブな変化をもたらす何かを見つけたのは素晴らしいことです。風水について学べたことに感謝しています。それは私の人生に変化をもたらしました。感謝の気持ちは育むべき素晴らしい考え方です。それは私たちの生活にもっとポジティブさをもたらします。確かに、私は今、自分を取り巻くエネルギーにもっと気を配っています。これは強力なシフトです。それはあなたの人生の様々な側面に波及効果をもたらす可能性があります。絶対に、調和の取れたライフスタイルを創造するたの方法を模索するきっかけになりました。それは素晴らしいです。バランスと調和を追求し続けることは生涯にわたる旅です。確かにそうです。この面で学び続け、成長していけることにワクワクしています。新しい知識や経験を受け入れることは素晴らしい生き方です。続けてください。ありがとうございます。この旅での励ましとご支援に感謝します。どういたしまして。忘れないでね。風水とか何か話したいことがあったら、ここにいるよ。私がします。ありがとう。あなたの友情と洞察力は、私にとって大きな意味があります。レッスン10、活力を与えるエクササイズルーチン。アンナさん、こんにちは。運動習慣はありますか？毎日1時間ほど運動するようにしています。こんにちは、ジョン。
はい、定期的に運動することの大切さを信じています。どんなアクティビティを楽しんでいますか？私はそれを混ぜるのが好きです。ランニングに行く日もあれば、筋力トレーニングやヨガをする日もあります。それは素晴らしい。多様性は物事を面白く保つのに役立ち、フィットネスの様々な分野を対象としています。絶対に。また、退屈を防ぎ、モチベーションを保つのにも役立ちます。私も同感です。普段、エクササイズセッションはどのように始めますか？ウォーミングアップルーチンから始めて、これからのワークアウトに備えて体を整えます。ウォーミングアップは怪我を防ぐために重要です。ウォーミングアップにはどんなエクササイズを取り入れますか？私は通常、ジャンピングジャックや所定の位置でのジョギングなどの軽い有酸素運動から始めます。これは心拍数を上げて血流を増やすのに良い方法です。はい、より激しいエクササイズに進む前に、筋肉と関節を緩めるのに役立ちます。ウォーミングアップ後はどんな種類の運動を心がけていますか？日によって異なります。有酸素運動の日には、ランニングに出かけたり、エリプティカルマシンを使ったりします。有酸素運動は心血管の健康と持久力の改善に最適です。彼らは確かにそうです。筋力トレーニングの日には、ウェイトやレジスタンスバンドを使って様々な筋肉群に集中します。筋力トレーニングは筋肉を鍛え、新陳代謝を高め、全体的な筋力を向上させるのに役立ちます。まさに、ヨガの日には、柔軟性、バランス、そして心の平穏に働きかけます。ヨガは心身の健康に役立つ素晴らしい練習です。本当にそうです。リラックスしてストレスを和らげるのにも役立つと思います。それはヨガの大きな利点です。ワークアウトの後のクールダウンのエクササイズはありますか？はい、いつもクールダウンの時間を作っています。心拍数を下げるためにストレッチや深呼吸をしています。体を徐々に休息状態に戻すには、クールダウン運動が不可欠です。筋肉の痛みやこわばりを軽減するのにも役立つことに気づきました。絶対に。運動後の体のケアも重要です。これ以上は同意できませんでした。運動中は水分補給も重要です。私はいつも水をたくさん飲むようにしている。最適なパフォーマンスと全体的な健康を維持するには、水分補給が不可欠です。間違いなく、運動が私たちの心身の健康にこれほど良い影響を与えることができるのは驚くべきことです。本当にそうです。定期的な運動はエネルギーを高め、気分を改善し、全体的な生活の質を高めます。エクササイズを毎日のルーチンに取り入れることで、より活力が増し、集中力が高まりました。それを聞くのは素晴らしい。素晴らしい仕事を続けてください。あなたの献身はインスピレーションを与えてくれます。ありがとうございます。皆さんのご支援と励ましに感謝します。それは大きな意味があります。どういたしまして。私たちは、より良い健康への旅の中で、お互いに応援し合うためにここにいます。絶対に、これからも私たちの幸福を優先し、その過程で他の人たちに刺激を与えましょう。
同意した。力を合わせれば、自分自身と周囲の人々に良い影響を与えることができます。それが精神です。ありがとう。これからも一緒に動き続け、反映していきましょレッスン11、自己認識を受け入れる。アンナさん、こんにちは。私は個人の成長について考えてきました。自己認識と進んで成長することが大切だと思いませんか？こんにちは、絶対に。自己認識を持ち、成長に対してオープンであることは、人生への賢いアプローチです。これにより、私たちは自分の長所と短所を認識し、最高の自分になるために努力することができます。これ以上は同意できませんでした。自己認識は、様々な状況に対する自分の感情や反応を理解するのに役立ちます。はい、それは私たちに意識的な選択をし、よりマインドフルな方法で対応する機会を与えてくれます。それは本当です。自分のパターンや行動に気づいていれば、積極的に改善に取り組むことができます。まさに、自己啓発と継続的な学習のためのロードマップがあるようなものです。自己認識は、他の人とのより良い関係を築くのにも役立ちます。私たちは共感し、効果的にコミュニケーションを取ることができます。絶対に、自分自身を理解することで、より深いレベルで他の人を理解し、つながることができます。それは共感と思いやりを育み、私たちの交流やつながりにプラスの影響を与えます。内省とマインドフルネスのテクニックを実践することで、自己認識が高まることが分かりました。それを聞くのは素晴らしい。具体的にどのようなテクニックが役に立ちましたか？ジャーナリングは私にとってゲームチェンジャーでした。自分の考えや感情を整理するのに役立ちます。ジャーナリングは内省のための強力なツールです。これにより、私たちは自由に自分自身を表現し、洞察を得ることができます。確かに。また、存在感を養い、自分の考えや感情を観察するために瞑想もしています。瞑想は素晴らしい習慣です。心を落ち着かせ、自己認識を高めるのに役立ちます。また、信頼できる友人やメンターからのフィードバックを求め始めました。貴重な視点を与えてくれます。フィードバックは貴重な贈り物です。盲点や改善できる分野を見つけるのに役立ちます。絶対に、フィードバックを求めるには勇気と、そこから学び、成長しようとする意欲が必要です。私たちの成長への取り組みに責任を持つことは力になります。それはコミットメントと献身を示しています。一生の旅だよね。成長と自己改善の余地は常にあります。絶対に。私たちは常に進化しており、そのプロセスを取り入れることは自己啓発にとって不可欠です。学び、成長する機会があることに感謝しています。この道を歩むことができて光栄です。感謝の気持ちは育むべき美しい考え方です。それは私たちの生活にポジティブさと感謝をもたらします。私も同感です。感謝の気持ちは、私たちが地に足をつけ、今この瞬間に感謝するのに役立ちます。自己認識と個人の成長について皆さんと話し合うことができて本当に良かったです。同様に、これらの会話は、私が成長し続けるためのインスピレーションと励ましになります。
それが精神です。これからも自己認識を大切にし、この旅路でお互いを支え合いましょう。絶対に学び、成長し、最高の自分になるための生涯を送りましょう。レッスン12、自己発見ツールを探る。アンナさん、こんにちは。自己発見に役立つツールを探しています。すぐにチェックしてみます。こんにちは、ジョン。それは素晴らしい。自己発見ツールを探求することは、エキサイティングな旅になり得ます。絶対に、自分自身をよりよく理解するのに役立つリソースを見つけたいと思っています。洞察を得て、あなたの性格や興味の新しい側面を発見するのに最適な方法です。インターフォンというアプリについて聞いたことがあります。聞いたことがありますか？はい、インターコムについてはよく知っています。様々な自己評価ツールとリソースを提供するプラットフォームです。それは有望に思えます。試してみて、自分自身について何を発見できるか見てみることにワクワクしています。自分の強み、価値観、成長分野をより深く掘り下げる素晴らしい方法です。それがまさに私が目指していることです。自分の強みを理解することは、より良い決断を下すのに役立ちます。絶対に。自分の強みを見極めれば、それに応じて目標と行動を調整できます。それが目標です。自分の強みを生かして、より充実した目的のある人生を送りたいです。それは賢いアプローチです。自己発見は、ありのままの自分と心に響く道へと導いてくれます。本物らしく生きることが大切ですよね。自分自身をよりよく発見することが私の助けになる。間違いなく。自分自身をより深く理解すると、自分の価値観に合った選択をすることができます。それは本当です。また、自己発見を通して新しい興味や趣味を探求できることにもワクワクしています。自己発見は、これまで考えたことのない新しい情熱や活動への扉を開くことができます。それが私が望んでいることです。これからも成長し、視野を広げていきたいです。美しい旅です。自己発見を受け入れることで、継続的な個人的成長が可能になります。これ以上は同意できませんでした。私たち自身、そして私たちを取り巻く世界について、学ぶべき新しいことが常にあります。絶対に。自己発見は好奇心を持ち続け、人生と関わり続ける生涯にわたるプロセスです。この自己発見の旅に乗り出す機会を得たことに感謝しています。感謝の気持ちは育むべき素晴らしい考え方です。それは私たちの生活にポジティブさと感謝をもたらします。私も同感です。自己発見と個人の成長についてあなたと話し合えてよかったです。同様に。これらの会話は私にも刺激を与え、励ましてくれます。共有していただきありがとうございます。どういたしまして。これからも一歩ずつ探求し、自分自身を発見していきましょう。レッスン13、効果的なコミュニケーション。アンナさん、こんにちは。私たちの日常生活においてコミュニケーションがいかに重要であるかに気づきましたか？こんにちは、ジョン。絶対に。
コミュニケーションは、私たちの個人的及び職業的交流において重要な役割を果たします。当初、私たちのプロジェクトではコミュニケーションが不足していましたが、時間をかけて改善することができました。それはよくある課題です。コラボレーションを成功させるには、明確で定期的なコミュニケーションが不可欠です。まさに、定期的な発表と更新が全員に情報を提供し、足並みを揃えるのに役立っていることに気づきました。定期的なアナウンスは透明性を高め、全員が同じ認識を持つことを保証します。また、誤解を防ぎ、潜在的な問題を早期に特定することもできます。それは本当です。オープンなコミュニケーションにより、タイムリーな問題解決とスムーズなワークフローが可能になります。また、会議やディスカッションで積極的に耳を傾けることの重要性も学びました。アクティブリスニングが重要です。敬意を示し、様々な視点を理解するのに役立ちます。共感を育み、協力的でインクルーシブな環境を促進します。絶対に。注意深く耳を傾けると、効果的に対応し、より強固な関係を築くことができます。また、ボディーランゲージや顔の表情など、非言語コミュニケーションの手がかりの価値も分かりました。非言語的な手がかりは感情や意図を伝え、メッセージの全体的な理解を深めることができます。非言語コミュニケーションでどれだけ多くの情報を伝えることができるかは魅力的です。確かに、自分自身の非言語的な手がかりを意識し、それを他人の中で正しく解釈することが重要です。また、コミュニケーション効果を高める上でフィードバックが重要であることも認識しました。成長にはフィードバックが不可欠です。私たちのコミュニケーションがどのように認識されているかを理解し、必要な調整を行うのに役立ちます。建設的なフィードバックにより、私たちはコミュニケーションスキルを磨き、より良いコミュニケーターになることができます。それは本当です。敬意を持って建設的な方法でフィードバックを提供することが重要です。また、明確な質問をして理解を深めることの力も分かりました。質問をすることで、不確実性が明確になり、メッセージが正確に受信されます。練習する価値のあるスキルです。適切な質問をすることで、有意義な会話につながります。絶対に。会話への積極的な関心を示し、より深い関与を促します。効果的なコミュニケーションは継続的な学習プロセスですが、その見返りにはそれだけの価値があります。間違いなく。人間関係を強化し、対立を最小限に抑え、前向きな仕事と社会環境を育みます。コミュニケーションについて学んだ教訓に感謝しています。それらは大きな影響を与えました。レッスン14、取引の交渉。アンナさん、こんにちは。数値を計算したところ、$475の取引があると思います。こんにちは、ジョン。それは有望に思えます。詳細を調べて、合意に達するかどうか見てみよう。初期価格は$500でしたが、お客様の要件を考慮した結果、475が妥当だと思います。ご検討いただきありがとうございます。
その提案を評価して、中途半端にお会いできるか検討させてください。時間をかけてください。相互に有益な解決策を見つけることの重要性を理解しています。慎重に評価した結果、$485のカウンターオファーを進めることができると思います。それは妥当なカウンターオファーです。ちょっと考えさせてください。もちろん、その提案を徹底的に見直す必要があることは理解している。よく考えた結果、$480でお会いしましょう。それが私の最後の申し出だ。喜んで交渉してくださることに感謝します。ちょっと考えさせてください。時間をかけてください。情報に基づいた決定を下すことの重要性を理解しています。慎重に検討した結果、$480の最終オファーを喜んで受け入れます。それは嬉しいですね。私たちは公正な合意に達したと思います。私も同感です。双方が満足できるバランスを見つけることが重要だ。絶対に、交渉して妥協点を見つけることができてよかったです。私も、効果的なコミュニケーションと妥協の証です。確かに、あなたと交渉できて光栄でした。このパートナーシップは成功すると確信している。同様に、一緒に働き、共通の目標を達成できることを楽しみにしています。素晴らしい。必要な事務処理を進めて取引を成立させましょう。同意した。明確性と説明責任を果たせるように、すべての詳細が適切に文書化されていることを確認します。ありがとうございます。この交渉プロセス全体を通して、あなたのプロ意識に感謝します。レッスン15、ワークライフバランス。アンナさん、こんにちは。最近仕事に圧倒されています。ワークライフバランスを改善するためのヒントはありますか？こんにちは、ジョン。はい、バランスを見つけるのは難しいかもしれません。一つの戦略は、タスクに優先順位をつけ、自分自身に現実的な期待値を設定することです。それは理にかなっています。私はしばしば自分が一度に多くのことを引き受けすぎていることに気づく。一度にすべてを行うことはできないことを覚えておくことが重要です。タスクを管理しやすい単位に分割し、一度に一つのことに集中しましょう。それは良いアプローチです。時間管理のスキルも向上させる必要があると思います。時間管理は非常に重要です。タスクや期日の整理に役立つプロジェクト管理ツールの使用を検討してください。それは素晴らしい提案です。プロジェクト管理ツールについて何かアドバイスはありますか？はい、人気のあるオプションがいくつかあります。トゥレロ、アサナ、マンデー .com はすべてユーザーフレンドリーで効果的なツールです。それらを調べます。自分のタスクと締め切りを視覚的に表現することは間違いなく役に立ちます。絶対に。整理された状態を保ち、仕事の優先順位を効果的に決めることができます。仕事以外にも、趣味や個人的な活動の時間を作りたいです。それについてのアドバイスはありますか？楽しいアクティビティ専用の時間をスケジュールしてください。
自分との大切な予定として大切にしましょう。私はそのアイデアが好きです。仕事の需要が高まると、個人的な時間を軽視しがちです。自分の面倒を見たり、趣味を追求したりすることで、全体的な生産性が実際に向上することを忘れないでください。そうだね。仕事以外で充電して喜びを見つけることは重要です。絶対に。燃え尽き症候群を防ぎ、モチベーションを保つのに役立ちます。あなたの洞察に感謝します。ワークライフバランスを改善するために、これらの戦略を実行し始めるつもりです。お役に立ててよかったです。バランスを見つけることは継続的なプロセスなので、辛抱強く待ってください。私がします。私たち2人にとってより健康的なワークライフバランスを実現することが目標です。